中卒のくせに口うるさいやつだな。中卒の前から教わることは何一つないよ。邪魔だからゴミ拾いでもしてな。中学を卒業してすぐに大工となり、現場で技術を磨いてきた俺は、とある事情で大手建設会社の指導係を行うことになったのだが、現場責任者には中卒であることを理由に馬鹿にされてしまった。中卒に飲ませる酒なんてねえよ。黙って氷でも舐めてろ。現場の仲間と飲みに行っても、そんな調子で嫌味をぶつけてくる始末だ。それでも俺は役目を果たそうと奮闘し、若手大工たちの信用を勝ち取ることができたのだが、そこで現場責任者の黒い噂を耳にすることになり。俺の名前は川口圭介。間もなくみそじを迎える29歳だ。母さん、頼りなくてごめんね。せっかくの誕生日なのに、プレゼントの一つも買ってあげられなくて、本当にごめんなさい。頼りなくなんかないよ。こうやってお祝いしてくれるだけで、俺は嬉しいよ。圭介、ありがとう。本当にごめんなさい。俺はいつだか、少年だった頃の誕生日を思い出していた。母はいつも俺に謝っていた。頼りなくてごめんなさい、と。俺は幼い頃に父親を病気で亡くした。だから、父親のことは覚えていない。なんなら、顔もわからない。一人残された母は女手一つで俺のことを育ててくれた。でも、家計は常に苦しく、二人が最低限の生活をするだけでやっとだった。母は寝る間を惜しんで働いていたが、暮らしは一向に上を向かなかった。正直、両親と一緒に暮らしている友達が羨ましかったし、なんで俺だけこんな辛い思いをしなきゃいけないんだって思ったこともある。それでも、それ以上に母には感謝しているし、少しでも母を楽にさせてあげたいと思った。もう母にごめんなさいと言わせたくなかったのだ。だから俺は高校には進学せずに中卒で就職することを決意した。もともと勉強が得意な方ではなかったし、このままみんなと同じように高校に進学するくらいだったら、手に職をつけることが将来必ず役に立つと思ったのだ。母にこのことを打ち明けたときは、今までに見たことがないくらい驚いていたっけ。そんなこんなで親戚の紹介で家から近い工務店に大工見習いとして就職を果たした。俺は小さい頃から手先の器用さには自信があった。おかげで仕事の飲み込みが早く、やがて様々な取引先から指名の声がかかるようになった。俺は大工が向いているのかもしれない。なんなら今までの苦労は俺を大工にするために用意されていたのかもしれない。そう思うほど俺は大工の仕事にやりがいを感じていった。仕事の増加を受けて俺は5年前に独立を決意。小さいながらも建設会社を起業した。これには母も泣いて喜んでくれた。この会社では誠実をモットーに正確な仕事ぶり、確かな対応で受注も着実に増えていった。おかげで会社は急成長。気づけば社長として多くの従業員を抱えるようになった。それでも現場重視の姿勢は変えずに部下の技術指導にも余念なく取り組んだ。俺はこの仕事が大好きだし、この道を選んでよかったと思っている。社長として忙しくも充実した毎日を送っていた。そんなある日、取引のある大手建設会社の社長より若手の技術育成に力を貸してほしいと頼まれた。俺は大手建設会社相手に俺なんかでいいのかと戸惑いを隠せなかった。しかし取引先の社長自らが俺の力を貸してほしいとおっしゃっていると耳にし、喜んで引き受けた。母さん、大手の建設会社から俺の力を貸してくれないかって声がかかったんだよ。あら、すごいじゃない。絶対に力になってあげなきゃいけないわね。そうだね。気合が入るよ。母さんね、あなたが高校に進学せずに就職した時、すごく後悔したの。同世代の子が高校生活を楽しんでいる中、
あなたは大人たちに囲まれて、体力的にも精神的にも厳しい仕事をしていたんだもの。そうだったのか。でもね、今こうやって圭介がこの仕事にやりがいを持って取り組んでいる姿を見ると、これでよかったのかなって思うのよね。これからも頑張ってね。母さん、ありがとう。頑張るよ。母さんのこの言葉で、より一層身の引き締まる思いがした。取引先との技術育成プロジェクトの話し合いでは、俺が社長だとわかると若手が恐縮してしまうので、一般の塾連行として参加することがいいという結論になった。確かに若手の社員には変に気を使われたくはない。明暗だと思った。プロジェクト決行前日は胸がドキドキと騒がしいのを感じながら眠りについた。迎えたプロジェクト当日。俺は約束の時間より随分早く現場に着いたが、もうすでに育成する若手とその他社員が集まっていた。すみません。僕が最後でしたか。すぐに準備してきます。待ってくれている社員たちにそう声をかけ、急いで準備をする。お待たせしてしまってすみません。よろしくお願いします。遅いな。上司が来る前に現場に来る。これ常識だぞ。すみません。この人は現場責任者の泉陽一郎さん。俺が待たせてしまったことで怒らせてしまったのだろうか。とても機嫌が悪そうに不遜な態度で待ち受けていた。しかし、開き直るつもりはないが、俺は遅刻したわけではない。仕事ぶりを見てもらって見直してもらおう。そう思い、気持ちを切り替えた。仕事では、今回が初めての顔合わせになるので、自己紹介から始まった。はじめまして、川口圭介と申します。皆さんに指導する身として、こんな若造がって思われるかもしれないですけど、中卒で大工になり、今日まで修行を続けてきました。中卒だ？はい、こんな僕でも大工の仕事には真剣に向き合ってきたので、教えられることはあると思います。短い間ですが、よろしくお願いします。俺は指導者として信頼できるような挨拶をしようと、緊張の中ながらも挨拶を終えることができた。しかし、次に聞いた言葉はとても冷たいものだった。中卒のお前に何が教えられるって言うんだよ。確かに僕は中卒ですけど、伊達に大工の仕事をしてきたわけではありません。きっと中卒だから大工の仕事しかできなかったんだろうな。そんなこと。誰がよこしたか知らないが、上の人間は現場のことなど何も知らない。今は技術が進んでいるから、匠の技術なんて必要ないんだよ。確かに技術は進んでいますが、匠の技術は絶対に必要です。確信してます。中卒がやいやいうるさいな。中卒のお前が来ても教わることは何一つないよ。邪魔だからゴミ拾いでもしてな。泉さんはこんな調子で俺のことをバカにしてきた。噂によると、泉さんは有名な大学を卒業しているので、低学歴の大工を見下してくるのだという。新人が配属されると決まって、名前よりも先に出身大学を聞くらしい。学歴を重視する人間からすれば、俺なんか最低の人間だろう。しかし、俺は学歴が全てだとは思っていない。現に俺はこうやって大工として多くの仕事をもらって生活することができている。少々肩身の狭い場所にはなると思うが、耐えて技術で見返してやろう。そう、前向きに捉えることにした。その日の仕事帰り、現場のみんなで居酒屋に行くことになった。社員たちはそれぞれお酒やつまみを頼み、俺もこの飲み会を楽しむことができた。しかし、酔いが回った泉さんは、俺に容赦なく冷酷な言葉を浴びせてきた。なんだお前、ビールを飲んでいるのか？はい、ビールですけど。わからないやつだな。お前、中卒だろ？はい。中卒が何？のんきにビールなんか飲んでいるんだよ。中卒に飲ませる酒なんてねえよ。黙って氷でも舐めてろよ。俺は、今すぐにでも逃げ出したかった。でも、せっかく任せてもらえた仕事を
こんなことで投げ出したりしたら負けだと思った。だから今はひたすら耐えるしかない。あまり泉さんの言葉には耳を傾けないようにしてやり過ごした。翌日。あ、それはね、こうやるとうまくできるよ。なるほど、勉強になります。おい、中卒、何サボってるんだ？さっさとゴミ拾え。今、行きます。じゃあ、続きも頑張って。はい。俺は、泉さんからひどい扱いを受けながらも、仕事と並行して若手指導を全うしようと頑張った。幸い、若手の社員たちは、教えを請いに自らやってきてくれる。泉さんとは違い、俺を信用してくれているようだった。泉さんはあんなこと言って、川口さんのこと見下してますけど、川口さんの技術は確かです。僕は川口さんを信じてます。そうか、嬉しいよ。ありがとう。俺は社員たちのおかげで、なんとかこの場所に身を置くことができていた。よし、そろそろ昼休憩にするぞ。泉さんのその声でみんなが作業をストップし、休憩に入った。俺は作業をする中で仲良くなった社員さんと一緒に昼ご飯を食べることになった。それにしても、川口さん、大変ですね。泉さんにあんなに嫌がらせされて。確かに大変だよ。でも、俺が任されたこの仕事をやり遂げたいんだ。こんなことで嘆いたりしたくないんだよ。川口さんすごいですね。やっぱり、この仕事長くやってるだけありますね。いやいや、そんなことないよ。泉さん、元からああなんですよ。学歴がない人のことを相当見下しているみたいで、川口さんにだけじゃなくて、俺たちにも暴言を吐くんです。そう、みたいだね。あ、噂によると、泉さん、工期を短くするために、部下に手抜き工事をするように指示しているらしいですよ。手抜き工事だって？俺は、聞き捨てならない言葉を耳にした。そうそう、俺、実際に手抜き工事を指示されたことありますもん。さすがにまずいんじゃないかって反論したんですけど、聞いてもらえなかったんです。泉さんが、そんなことを。そうなんですよ。しかも、それだけじゃなくて、一部の取引先に自分の立場を利用して、会社から振り込まれた工事代金の何割かを自分の口座にキックバックさせているとかっていう話もありますしね。そんなの、立派な犯罪じゃないか。あくまでも噂ですよ。でも、あの人ならやりかねないですよね。俺は、社員たちから泉さんの良くない噂をこれでもかと聞いた。社員たちの話には一貫性がある。このことから、この話には信憑性があるのでは、と考えた。そこで、俺は泉さんのこれまでの俺に対する態度、噂話をありのまま全てを社長へ報告した。ということなのですが、泉さんについて社長はどのようにお考えですか？実はな、私も泉くんのことは気になっていたんだよ。気になっていると言いますと？社長によると、どうやら泉さんは会長がスカウトしてきた人材だという。社長も泉さんの良くない噂を耳にしていたが、会長がスカウトしてきた手前、下手に行動することができなかったという。しかし、俺の報告を聞いて意を決してくれたようだった。よし、会長からのお叱りを覚悟して調査を行おう。よろしくお願いします。俺が頭を下げると、社長は厳しい顔で力強くうなずいてくれた。その報告から数週間後、緊急の役員会が招集された。俺は現場で様子を見てから役員会に向かう予定だったので、作業着のまま役員会に向かった。もちろん、社長から許可をもらっている。会議室に入ると、多くの役員が集まり、厳粛な雰囲気さえ感じた。すると、現場からただ一人呼ばれて、困惑した様子の泉さんが目に入った。泉さんは俺に気づくと、すぐさま駆け寄ってきた。おい、中卒のお前が何をしている？早く引っ込め、バカ。俺は今日ばかりは、泉さんの言葉を無視し、社長の元に向かった。おい、中卒のくせに無視するな。俺の言葉が聞こえないのか？泉さんの声が追ってきたが、役員が揃った場では、
現場ほど強気に出られないのか、無理やり追い出すようなことはしなかった。それから間もなく役員会が始まる。本日はお忙しい中、お集まりいただきありがとうございます。それでは、緊急の役員会を始めさせていただきます。進行のアナウンスで始まった役員会は、なお、厳粛な雰囲気を保ったまま始められた。まずは、川口圭介さんからお話しさせていただきます。俺は進行に促され、マイクの前に立った。今回こうやって集まっていただいたのには、並々ならぬ理由があります。現場責任者の泉陽一郎についてです。俺はこれまでの泉さんの横暴さ、そして問題行動のすべてを多くの役員を前に報告した。泉さんは俺が前に立って話していることに驚いていたようだが、俺が話し終えるとすぐに口を開いた。今、こいつが話したことは事実に反します。俺はそんなことをする人間ではありません。おう、なぜそう言い切れるのかね。第一、こいつは取引先から来たただの社員ですよ。誰がよこしたんだか知りませんけど、中卒のバカの言うことは信じてはいけない。泉さんは俺に対してよほど気に入らないのか、中卒という言葉を繰り返して必死に弁明していた。有名大学を卒業した高学歴の私がそんなことをするわけないじゃないですか。中卒の言うことには信憑性がありません。それでも社長は、泉くん、やめたまえ。社長、今回、川口くんの報告により、泉くんのことを調べさせてもらった。調べるって何を？泉くんが自分の立場を利用して、キックバックをさせているという噂をね。泉さんは社長の言葉にピクリと肩を震わせ、顔を青くさせた。結果は事実だったよ。それに、現場での横暴さもかなりひどいようだね。社長、それは違います。これは全部、中卒のバカの虚言です。泉くん、いい加減川口くんのことをバカにするのはやめたまえ。彼は君より、うんと立派な社長さんだぞ。川口が、社長？申し遅れました。今回、若手の指導員として、社長よりご依頼をいただきました、川口圭介です。こちらより、随分と小さな建築会社ではありますが、社長をやらせていただいています。嘘だ。俺を騙そうとしても、無駄だ。泉さんは青白い顔で、声を震わせながら言う。そんな泉さんのもとへ、俺は歩み寄り、胸ポケットから名刺を取り出し、それを差し出した。俺の名刺を見て、泉さんが目を丸くする。どうですか？中卒も舐めたものではないでしょう？その言葉に答えず、泉さんは無言で膝から崩れ落ちた。この後、泉さんはその場で処分されることが決まった。泉さんがキックバックをさせていたという決定的な証拠も役員会で提示されたため、全会一致での処分となった。また、この役員会に参加していた会長は、自らがスカウトしてきた泉さんの悪行に責任を感じたらしい。自らその職を辞することを役員会の最後に告げた。社長、ご協力ありがとうございました。社長自らが調査に尽力してくださったおかげで、確固たる証拠が手に入ったと思います。これくらい何のそのや。それよりうまくいってよかったな。川口くんのおかげだよ。いや、僕はそんな。経営者としてやっていくのは難しいが、これからも頑張れよ。あと、お母様も大事にな。はい、ありがとうございます。それから数ヶ月後、あの役員会の後、泉さんはというと、社内の官職に回されたという。今まで会長がスカウトしてきた人材として、その立場にあぐらをかき、出世できていたらしいが、会長の後ろ盾をなくした今、王子の勢いは微塵もない。やがて、泉さんは退社し、今はどこかの建設現場で一作業員として働いているらしいと、風の噂で耳にした。きっと会長がスカウトしてきた人材なのだから、大工としてそれなりの技術は持っているのだろう。泉さんがこの会社でやってきたことは許されることではないが、その技術を存分に発揮し、大工として
頑張ってほしいと思う。俺は泉さんが去った後も引き続き若手に技術指導を行っている。指導員としてまだまだ勉強不足を感じる毎日ではあるが、だんだんと社員の作業レベルも上がり、業績も上がりつつある。俺は自分の会社経営に若手指導にと世話しない日々を送っているが、それ以上にとてつもないやりがいを感じている。